こんにちは、東京ベチライフです。今日はビーガン食生活を始めるヒントとレシピをご紹介します。今まで体も心もヘルシーにするいろいろなライフスタイルのアイデアをシェアしてきましたが、TBL のベースとなっているビーガン食生活についてはまだだったことに気づきましたので、今回はビーガン食生活の考え方や外食時のヒント、自炊のアイデアなどをシェアしていきます。ビーガン食生活というのはお肉、お魚、卵、乳製品などの動物性食材を食べないことで、ビーガンの食事に興味を持つ理由は人それぞれです。でも興味を持っても全く動物性食材を取らないのは無理と言って最初から諦めてしまう方も多いと思います。私は以前の動画でお話ししましたが、毎日毎食ビーガン食ではなかったとしても、重要なのはビーガンになろうという思い、ハートとそれを実践することだと思います。なので興味があったら週1日でも毎日1食でもまずトライしてみましょう。どこで線を引くかはあなた次第。でも始めないことには何も始まりません。ビーガンになろうと強い決心を持って始めても、最初はどういったものに動物性食材が入っているかわからずに間違えて食べてしまうこともあるかもしれません。どうしてもお肉が食べたくなって食べてしまうこともあるかもしれません。でもそれでいいんです。完璧じゃなくて大丈夫。重要なのは自分の中での線引きを決めること、そして自分のペースで無理なくトライし続けることです。外食をするとき、日本にはビーガンレストランはあまり数がないですし、一緒に食事をする人がビーガンではないこともあると思います。そこで私がおすすめなのは行きつけのお店を持つことです。私の場合、近所にはビーガンレストランがなく、旦那さんは家では一緒にビーガンですが、魚は好きで食べたいということがあるので、ビーガンレストランに行くことは少なく、近くに行きつけのイタリアンのお店があります。頻繁に通ってお店の方に覚えていただいているので、何も言わなくてもサラダは私の分はハム、チーズ抜きで用意してくれますし、ピザは半分お肉、チーズ抜きで作ってくれます。パスタもおすすめのものをお肉の代わりにアンチョビでできますよと提案してくれたりします。私は外では卵、乳製品は極力避けますが、魚介類は魚料理を頼んだり積極的にとは言いませんが、入っているものはいただきます。これも考え方はそれぞれなので、自分がビーガン生活を無理なく確実に続けていくためにどこで線を引くか決めましょう。外食で行きつけのお店ではなく普通のお店に行った時はどうでしょうか。日本ではシェフの出してくれたものにいろいろと注文をつけるのは失礼という考え方がありますが、私はお肉が入っていてそれを食べられずに避けたり残したりする方が失礼だと思います。なのでまずお肉、お魚は入っていますか、卵、乳製品は入っていますかと聞く勇気を持ちましょう。スープや煮込み料理は中に入っているものを取り除くことは難しいですが、サラダや炒め物、焼き物、揚げ物、蒸し物などは野菜以外のものを取り除いて作ってもらうことはさほど難しいことではありません。デザートも和食屋さんであれば和スイーツは大体ビーガンですし、ケーキの代わりにフルーツやソルベを頼めばビーガンになります。ポイントは勇気を持って聞くこと、頼むこと。それができればビーガンレストランに行かなくても普通のレストランでも十分に食事ができます。おうちご飯は外食と違って入れるものをすべてコントロールできるので、ビーガン食生活を始めたい方はまずお家で食べるときはビーガンにするのがおすすめです。家族がどうしてもお肉、お魚を食べたいようであれば、お肉、お魚が入った一品を用意し、あとは野菜たっぷりの料理を用意しましょう。ビーガン料理を作ろう、ビーガン食材を使おうと難しく考えることはありません。ポイントは2つだけ。シンプルな野菜料理を抑えること、そしてお肉やお魚、卵、乳製品に代わる身近な食材を抑えることです。野菜だけのシンプル料理は以前の動画でご紹介していますが、レンコンや大根のステーキ、カリフラワーやロマネスコなどの丸ごと蒸し、お好みのオイルと塩だけの野菜ローストなどで野菜をメインディッシュにすることもできますし、グリーンリーフだけのサラダでも丁寧にポイントを押さえながら作れば驚くほどごちそうになります。
お肉、お魚、乳製品に代わる食材として身近な大豆製品を活用するのがおすすめ。豆腐は絹、木綿、もっと硬い島豆腐、湯葉、厚揚げ、油揚げも薄いものと手揚げ風の厚みがあるものがあります。それぞれ食感や食べ応えが違いますので、お料理によってうまく使い分けましょう。豆乳はお料理でもお菓子作りでも牛乳の代わりにそのまま使うことができます。発酵させた豆乳でできたビヨンド豆腐は加工食品などで食べ過ぎは注意ですが、たまにチーズをお料理に使いたい時に便利です。大豆の他にも様々なお豆があり、それぞれ大きさ、食感、味が異なりますので、乾燥と複数種常備して、野菜だけだとちょっと物足りないなと思った時にスープでもサラダでも足してあげると満足感がアップすると思います。今回は簡単にできるビーガン料理を5品ご紹介していきます。まずはグルテンフリーかつオイル控えめでできる簡単グラタン。薄くスライスした玉ねぎ小1個とほぐしたしめじを耐熱容器に入れ、塩麹小さじ2、胡椒、オリーブオイルを適量合わせたら、電子レンジで玉ねぎが柔らかくなるまで3分ほど加熱します。ホワイトソースは豆乳2カップに塩コショウ少々、片栗粉大さじ1と1/2の1を入れ、片栗粉を溶かしてからとろみがつくまで弱めの中火にかけます。バターの代わりにオリーブオイル、小麦粉、牛乳の代わりに豆乳でも作れますが、片栗粉のホワイトソースは簡単にできてグルテンフリーなのでぜひお試しください。グラタン皿の中に野菜と白いんげん豆の缶半分を合わせます。白いんげん豆は重めの食感でボリューミーに仕上がりますよ。固めに茹でたグルテンフリーのショートパスタを加え、ホワイトソースをかけたらビヨンド豆腐をトッピングします。200度のオーブンで5分から8分、表面が色づき、中が温まるまで加熱すれば出来上がり。グラタンと一緒にカルパッチョ風はいかがでしょうか。薄く切ったお刺身こんにゃくにスライスしたラディッシュ、スプラウトを散らし、塩コショウをしてレモン汁とオリーブオイルをかけるだけです。油揚げは薄切り肉の代わりに炒め物などに重宝する食材ですが、今回はそんな油揚げを使って肉巻き風に仕上げていきます。油揚げ2枚を丁寧に開き、半分に切ります。梅干し4個は種を取り除き、包丁でペースト状にします。油揚げの内側の面に梅干しペーストを塗り、大葉を敷き、細切りの水煮たけのこを乗せます。肉巻きを作るように巻いていき、端に水溶き片栗粉を塗って閉じます。熱したフライパンに端が下になるように置き、すべての面にこんがり色がつくように転がしながら焼けば完成です。油で揚げた豆腐、厚揚げはビーガン料理に物足りなさを感じる方にはぜひ活用していただきたい食材。今回は冷凍の大根と一緒に甘辛く煮ていきます。大根は生のものでもいいですが、生のまま冷凍したものは味が染みやすくとても柔らかく仕上がります。お鍋に水1/2カップ、醤油麹大さじ1、砂糖大さじ1を合わせ、大根と厚揚げを加えます。落とし蓋をして沸騰させ、弱火で10分ほど煮込めば出来上がり。置いておくとさらに味が染み込みますので、時間があればおつゆに浸るようにして一晩冷蔵庫で置いておくのもおすすめです。簡単にできる豆腐の味噌そぼろ風をトッピングしたグルテンフリーの担々麺。豆腐の味噌そぼろ風は味噌小さじ1と醤油麹小さじ1を合わせ、水を少し加えてタレ状にした合わせ調味料を作っておきます。油を熱したフライパンにみじん切りにした生姜とニンニクを入れ、香りを出したら水切りした木綿豆腐や島豆腐の小パック1個を崩し入れます。豆腐にいい焼き色がついたら合わせ調味料を入れ、よく炒め合わせます。担々麺は沸騰させた水 1.5 カップに酒粕小さじ1を加え溶かしたら、白練りごま大さじ1、味噌大さじ1、すり白ごま大さじ1、豆板醤小さじ1/3、醤油小さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。おからとこんにゃくでできた糖質 0g 麺を加え温めます。豆腐の味噌そぼろ風と電子レンジでさっとスチームした小松菜を合わせて召し上がれ。
ビーガン食生活は栄養が足りなくなると言われがちですが、ビーガン食生活を健康的に送るためのポイントは3つ。まずは植物性食材からは摂取できない唯一のビタミン B12 を確保すること。サプリやクロレラをとってもいいですし、私は村上農園の貝割れを食べています。そしてこれはビーガン食生活に限ったことではないですが、加工食品を避け、いろいろな食材をバランスよく食べること。中でも穀物、葉物野菜、根菜、豆類、ナッツ、シーズは1日の食事で必ず摂るようにして、海藻、キノコ、発酵食品を1週間のスパンで必ず摂ることを心がけるといいでしょう。そして最後のポイントとして、自分の体質や体型、運動量によって食べるものをカスタマイズすること。貧血気味の人や生理中の女性であれば、鉄分の多いほうれん草や小松菜、切り干し大根、ひじきに鉄分の吸収を助けるビタミン C の多い柑橘類やアボカドを合わせて積極的に摂る。運動量の多い人であれば、豆類、オーツ麦、ナッツ、シード、お麩、お蕎麦などのタンパク質が豊富な食材を積極的に摂るようにするなど、通常のバランスをあえて崩して特定の食材類を増やしながら、自分にとって最適なバランスを探していきましょう。いかがだったでしょうか？今日はビーガン食生活を始めるヒント、レシピをご紹介しました。興味はあるけどハードルが高すぎると思っている方に、小さなところからトライするきっかけになれば嬉しいです。それでは、See you next time!